今日はルクシュプロのベッド展開を実際に乗ったままできるかどうかもあると思いますので、やってみたいと思います。テーブルは強引に取る。底時にはこっちに入れちゃいますね。じゃないとガラガラうるさいんで。よいしょ。後ろ見ると背もたれが2つあります。この背もたれがはまる。それだけで完了ですね。ここを作っとかないといけないんですね。この下駄箱をこの板で橋渡しをする。最初から作っておけばいいんですけど、人が乗ってくれたりで邪魔になることもあるので、結構つけっぱなしの人も実は多いんじゃないかなとも思います。ただ登るときにちょっと邪魔ですね。ここまで来ればよいしょ。例えばこっちの背もたれを置くだけ。そうすると向こう側半座敷になります。この間ここにテーブル立ててやってましたけどね。でこっちはマジックテープで留まってるので置くだけ。はい、フルフラットです。結構実は簡単です。結構ここもお気に入りポイントの一つです。最初は結構このマットの組み方とかね、プロトタイプはいろいろ試行錯誤されたみたいですけど、まあビルダーさんいろいろ考えてくれていい感じに作ってくれたのではないかなと思います。ただあとはあれですね、収納はどうなってるのか、そこら辺が気になる方多いと思うんですけど、収納は正直ですね、備え付けはこことここしかないです。まあほとんど私はあまり入れてないですね。あとここですね。ここ何気に下が空いてます。隙間が空いてますので、ちゃんと下の感じで使いたければなんか下に敷いて使うといいかもしれないですね。ただなんて言うんでしょう、一般的にここに全て着替えとかも収納に入れてとかというよりは、本当に必要最小限なものを持って歩くと。あと最悪下着類とかはね、もう今自由とかワークマンで安いんで、コインランドリーとかでめんどくさい場合は下着とか買っちゃったりしてますよね。で戻す時です。よし、もう一回やってみましょう。これを外せば、ここに後ろにフックがあるので引っかかります。よいしょ。でこっちの背もたれ外して、ここにピタッと貼る。テーブル使うのであれば以上。簡単ですね。これシートを前に倒してしまうと結構実は長さも取れてるんで、案外もうめんどくさい時とかこのまま
横になっちゃう場合もあります。案外ここ細いように感じますけど、これですね、こことここがあるせいで案外実は寝れちゃいます。まあでもやっぱり快適なんでね、フルフラットにすることが多いです。で、これ何かと言いますとですね、よいしょ、止めるところによっては結構明かりが入ってきて眩しいです。で、なんかかけちゃおうかなと思ったんですけど、今のところはよいしょ、ここにマジックテープをつけて貼るという形が取れるようになってますが、実はですね、何度か私お見せしてますけど、二酸化炭素濃度がめちゃくちゃ上がります。やっぱりこの室内、テントぐらいですかね、4人テントぐらいですかね、かなり密閉性がいいので、動かしてないとやっぱりちょっと心配ですね。何もつけてないと普通に6000とかいきます。ただ入り口を作らないとやはり劇的には変わりませんので、薄く上を開けるとか、それが必要ですね。車中泊の人とか、まあ二酸化炭素濃度でどうにかなったという話は聞かないですけど、ちょっと気になるとこですね。やっぱり特に長い運転とか長くされている方は気をつけた方がいいかなと思います。で、なんでこれにしたかというと、最悪ですね、換気扇使いながら眩しくない使い方ができるんです。まあこうしちゃうと今度換気できないんで、これだと換気ができない。こうしとけば四方に対処ができるかなと。まあでもあんまりよっぽど眩しめな駐車場とかじゃない限りは大丈夫ですね。よいしょ。さて、これはですね、回線をつないでないと12時からになります。今昼間です。エアコンです。やってみましょう。何度も押すことで多少変えられます。これが温度調整ですね。で、モードを押すことで風量最大にするとこんぐらいうるさいです。結構、寝れないことはなかったですけどね、夏は。私はだいたい3とか1にする癖をつけてます。まあ許容範囲これぐらいかなと。あとはもっとうるさいマキタファンで回してたりしてますね。結構びっくりするかもしれません。はい、完全なモーターです。モーター音がすごいです。結構電力はそれなりに使ってますね。700ワットぐらいかな。やっぱり動いてる時ですね、コンプレッサーが。それぐらいはやっぱり使われてる感じです。バッテリーがリチウムの200なので、だいたいフルで動かすと真夏だと結構きついですね。コンプレッサー止まりません。あとどうしてもファンも回すんで冷えも悪くなると思います。電子レンジですね。電子レンジ、これ何度か使ってます。温めとして温めだけですね。基本的にはオーブン機能とかそういうのはないし、トースター機能はもちろんないです。
じゃないと燃えちゃいますからね。そしてこれ実はルクシオプロって8ナンバーです。8ナンバー要件っていうのがありまして、キッチンですね。キッチンのスペース、なんでこんなギャレーになってるかというと、キッチンスペースの問題です。整体するところに作業スペースが必要らしいです。そしてそれは固定じゃなきゃダメらしいんですね。ただなんかいろいろ他の最近のキャンピングカーとか見ていると、蓋ができるギャレーで引っ掛けタイプで取れてるやつとかがありますね。ただ整体してなきゃいけないというのがあるんですが、果たしてルクシオプロ整体してんのかな、大丈夫なのかなっていうのがあったんですけど、分かりました。こうです。これで整体をするという扱いなんですね。よいしょ。できないわけではないですね。テーブルがちょっと横にすれば大丈夫です。ただここで煮炊きをすると不燃になってるかどうかという問題があるので、ここではちょっとやらないと思いますね。おたまトーンです。正直ここ私物入れになっちゃってます。歯磨きできたらいいんですけど、口ゆすぐとき顔が入れてペーするまでがちょっと厳しいなというのと、この隙間かというのがなかなかちょっと難点ですね。もう少し高いなりフレキシブルなやつだったらいいですね。であればあと弾かないようにする何か工夫が欲しいですね。なんかこの下にこんな感じの弾かないのを敷くとか、そういうのでも随分違うのかなと思います。ちょっと都度変えていかなきゃいけないんで衛生面っていうのはありますけどね。ギャレーに関してはこんな感じ。うちはもうバーです。やっぱりファン回すと二酸化炭素濃度が一気に減ります。一応後ろ少し開けてますので通気ができている感じですね。そうなってくると結構下がります。何もないと普段は450ぐらいが一般的に外気の状態らしいです。で1500になるとピピピピってうるさいです。エアコン行きましたね。電子レンジ、そしてよいしょ、冷蔵庫ですね。よいしょ、冷蔵庫です。入れてみましょう。これ冷蔵庫しばらく乗らない時には抜いた方がいいです。バッテリーを食い続けるのでバッテリーが上がっちゃう可能性がありますので、私は上使うかな。上と下ありますけど、足元とか邪魔なんで上の方がいいかなと思ってます。これも結構起動音はありますけど、そんなにやかましい冷蔵庫ではないです、幸いにして。ただ今庫内が17度で使ってるボルト数とかも出てますけど、これ冷えるまでちょっと時間かかります。ですのでその間結構時間がかかるので、いきなり冷凍食品を入れてスイッチ入れるっていうと夏とかだとちょっとね危険かもしれません。あとね、これ引き出すことができて、ここ下ごと動くんですけど、ここですね、ちょっと動かしてる間に引っかかる場合があるので、そこは気をつけてください。冷凍のもので2、3日ちゃんとマイナス5度とかでもっと20度ぐらいまで確か落ちたのかな。全然使い勝手はいいです。ただ一回ビールが凍っちゃったのがちょっとありましてですね、そういうのはありますので、なんか飲み物はそういう時はなんか保温剤の中、保温バッグの中に入れておくとか、そういう形にするのがいいかもしれませんね。冷たいものが飲めるのはいいことですけどね。冷凍がお土産でも持って帰れるのも結構ありがたいです。朝市とか行ってね、帰ってくると冷凍で持って帰ってこれるとか、そこはすごく便利です。そしてよいしょよいしょ、
電装関係です。これは上と同じ 12V の、ソケットですね。ここと同じです。でソーラーオンオフありますけど、まあだいたいエアコン使ってないと、だいたい過充電でもずっと 100% なので、入れっぱでもいいかなと私は思ってます。結構そのちょびちょび減ったりなんだり、減ったり増えたりっていうのがあまりバッテリーには良くないという話ありますけど、実使用でそこまで気にしてたらキリがないかなという感じですね。だいたい車は走るものなので走行充電はずっと行われちゃいますしね。そんな感じです。で、これ、バッテリー、よいしょ。これですね。これ、あまり使えません。全然わかんないです。パーセンテージ、多分、あんまり当てにならないですね。普通の鉛だったらば、ボルトからの、減り具合で大体のパーセントっていうのを想定してこう出してくる形に、実際に何パーセント減ってるっていうのとはちょっと違う出し方だと思います。ちなみにこれですね。Amazon で800円ぐらいでしたね。はい。で、これです。テレビの電源。私は、こちら。こちらにコンセントがあります。これテレビのコンセントになってます。で、ここに USB も実はついてまして、これが間接照明につないでる部分になってます。これですね。これがだいたいここにつながってるやつです。これをオンにすると、そこにつながってるのが一気につくと。なんか、キャンピングカーらしくなって、私は一応これ気に入ってる部分の一つですね。で、これ、サブ、メイン。テレビをカーナビのチャンネルで見るときにバッテリーを切り替えるという形なんですけど、私はクロームキャストをつないじゃっててテレビのチャンネルは見ないので、あまり使わないです。そしてコンセントです。こちらが外部充電。これ外部充電をつないでいるときは、このまま、よいしょ。コンセントに使えます。今はですね、普通の駐車場で外部電源はつないでおりませんので、今は何をつないでも動かないです。で、隣がインバーターです。1個しかないんで、私はこういう形でこれをつないでここにから持っていく形をとってます。インバーターは挿します。で、こちらのスイッチを長押しです。長押しです。はい。インバーターも結構ですね、ウィーンって起動音が結構それなりにします。最初だけですけどね。あとは多分もしかすると、夏とか使ってるとファンが回るっていうのはあるかなっていう感じです。これで一応、こちら側までは来てる感じになりますね。まあ、使うときは充電、携帯とかマキタのバッテリーの充電、それと、IH ヒーター買ったんで IH ヒーターとかそんな感じですかね。まあ、でも電気が使えるのはありがたいです。通常の、ルクシオプロだと、疑似制限波になってます。疑似制限波ですと使えない家電も結構多いので、制限波のインバーターに私は変えてます。制限波で1500です。足りないかなって思われるかもしれませんが、実はこのコンセントってだいたい1500までなんですね。こっちが1500以上やってると、ダイソーのでなんか燃えた事件とかありましたので、まああまり無茶しない方がいいかなと思っています。そしてベンチレーターですね。ここ頭で押すとベコッとしますんで、そしたらば上から押して元に戻せば治ります。中はですね、やっぱりもうちょっと奥にですね、一つ照明が欲しいところですね。それなりの光量のものがですね、あそこが暗いっていうのがちょっとなんとなく
気になるところです。さて、ぐるっと回ってきましたが、やっぱりこの後ろに全て集中しているタイプ、これがルクシオプロの特徴になってますけれども、実はかなり薄いんですね。あの薄さはおそらくバッテリーのためのギリギリの薄さだと思います。8ナンバー要件を取るために1800の長さ、就寝スペースを取るためにギリッギリになってると思います。だからここがはみ出さざるを得なかったんですね。調理スペースとしての寸法を取るために。なので結構実はすっきりしてます。で、収納ですね。やっぱり収納が欲しいと思う方もいると思いますが、この縦長タイプっていうんでしょうか、左右にギャレーがあったりとか、そういうタイプですともうほぼデッドスペースになっちゃうんですよね。そこ寄りかかれないですし、そうするとそこの上に棚とか作ることできますけど、これ上に棚つけるとですね、邪魔なんですね、寄りかかるときに。だからちょうどこれが限界。あとは天井スペースになんかネットを使うなり、あとは運転席の方の、上になんか置ける。特にこれですね、前の席のこの目隠しのやつをしまえる場所があるといいなと思ってます。じゃあメインの収納はどこなのか。実はですね、よいしょ、この下と思っていらっしゃる方多いですが、結構ですね、このせり出しがありまして、案外物の出し入れはしづらいです。なので私あまりここ使ってないですね。使うのはキャンプ的な椅子とか、たまにしか使わないものが入ってたりはしますけど、これ順番がよいしょ、こんな感じですね。ここはそんなに頻度が高いものを入れちゃうと結構出し入れ面倒なんで、スペースは大きいんですけどね。ですので私はどちらかというと、この下、ここの下という感じにしてます。あとはここフラットにしていけば隠せますし、さっき展開したのでわかると思いますが、結構開けるのは簡単なので、そうすると案外私はソロがほとんどなんで、あんまり荷物的に困ることはないですね。着替えは2、3日分あればいいでしょうし、下着も3、4日あって、あと最悪買えばいいかなという感じですし、あとは普通に旅行のカバン的なものを一つ持ってれば事足りるかなっていう感じです。これ結構緩みやすいので、つけるときにはしっかりと、あとネジってそうなんですけど、こう時計回しに動かしてるとがっちりはまりますんで、反対にすると緩む可能性があります。ではこっちの下も一応お見せしましょうか。よいしょよいしょ。はい、こっちの方が結構横幅あるのかなって感じですけど、このタイヤハウスですね、これのせいでちょっと入りが悪いかなという感じはあります。あとこの延長ですね、私ちょっとこう爪のものを入れちゃってますけど、延長は持ってた方がいいかもしれません。なぜなら結構最初につけてくれるのが短いんです。結構大丈夫かなっていうレベルのやつをいただいてしまう感じなので、そこはここがね、そう段違いになってるんでやりづらいです。という感じで、ちょっとね下に入れちゃうと出し入れが手間かなという感じです。よいしょよいしょよいしょ。はい。でこっちはですね、ジャッキとか工具とかそこら辺を私は入れてます。あとは
この板ですとか、転がしとくとガラガラうるさいんで、このテーブルの支柱ですね、外してるときはそっちに入れるようにしてます。